謎の体調不良により倒れてしまったフリスクとキャラ。モンスターたちから看病を受ける二人だが、症状が良くなる様子はない。次第に頭痛がひどくなっていく。朦朧とする意識の中で、二人はふと過去の記憶を思い出す。一方は自分がすでに死んでいたこと。一方はフラウィーとの戦いの記憶。気を失い目が覚めた二人の前に謎の男が現れ、その男から自分たちが過去の記憶を消されていた事実を知る。戸惑うフリスクとキャラであったが、二人はさらにある重要な記憶も思い出すこととなる。僕にはある能力があった。リセット。簡単に言えば時間を巻き戻す能力だ。いろんな地底世界を見てみたい。そんな思いから僕はリセットを繰り返し、いろんな世界を渡り歩いた。そんなある日、とある世界線にて、やっぱりやめておこうかな。メタトン、何見てるの？気になるかい？ほら。フラウィーとアズリエルと、この子は人間？そう、ラボにあったビデオと王様からの話を元に作った映像さ。大切な子供たちを亡くしたドリーマー家のためにと作ってみたんだけど、亡くなった人を勝手に扱うのは良くないよね。みんな一緒にいる。もしかしたらこんな世界もあったのかもしれないね。僕のことはもう放っておいて。僕はみんなのところには戻れないよ。もうたくさんなんだ。キャラ、君みたいに大事な人にさよならするのは。みんなと一緒に。あれから僕はアズリエル、フラウィ、キャラ、みんなと一緒にいられる世界を実現できないか、その方法を探すことにした。だけど3人はすでに亡くなっている。フラウィとアズは同一人格。片方は存在できるが、もう片方は存在できない。一人目の人間、肉体の必要性、魂との結びつき。3人を一緒に救い出す方法。考えるだけじゃダメだ。よし。僕はリセットを行い、再びいろんなルートを渡り歩くことにした。何か手がかりがつかめるんじゃないかと。だけど何度繰り返しても結末が少し変わるだけだった。3人を救う手がかりは何も見つからない。あと試していないこと。直感でそれをやったら終わりな気がした。それを成し遂げたとき、世界が破壊されてしまう。それだけはダメだ。別の方法を探すんだ。次こそ。じゃあこれは違う。
次は次。いろんな世界を旅したな。手がかりも希望も何も見つからない。やっぱり無理なのかな。ちょっと疲れちゃった。ないのかな、3人を救い出す方法。あると言ったらどうする？君は？そんな化け物見るような目で見るなよ。まあ、化け物みたいなもんかもしれないけどさ。ごきげんよう。私はキャラ。気づいていたかな？私はずっとお前の中にいたんだ。僕の中に？そうさ。お前の行動すべてを見させてもらったよ。最初から最後まで。お前のアズリエルとフラウィ、そして私を救い出そうとするその決意。お前を信じてみたくなった。さっきも言ったが、みんなを救う方法がある。私たちの話を聞いてくれるか？うん。で、この方は？紹介しよう。コシヒカリ博士だ。変な名前をつけないでほしいね。はじめましてフリスク。私のことは気軽に博士とでも呼んでくれ。はあ。それで、その博士がなんでここに？みんなを救い出す方法。それを教えてくれたのが、この博士なんだ。フリスク、君の願いは3人を救い出し、みんなが共存できる世界。そうだね。うん。驚かないで聞いてほしいが、君と同じ願いを持つ者がいるんだ。しかも複数。そして、その者たちの願望や思念が、この世界に集まっている。僕と同じ思いの思念？そう。みんな一度は考えるんじゃないかな。全員生きている、もしもの世界、というものを。どうかな？諸君。まあ、どこの誰がそんなこと考えてるかなんて、私にはわからないがね。みんなの思念が集まって？それで、その強い思念が集まった状態で、今君のいる世界線を A の世界線と仮定して、B の世界線が平行に進んでいる。そして C の世界線、ここで交わる。口だけの説明じゃ、わかりにくいんじゃないか、博士。なら図で説明しよう。何か出てきた。まず、ここが君たちのいる世界。そして他にもいろんな世界線がある。アズリエルがいる世界、フラビーがいる世界。さっき言った通り、この世界には君と同じ願いを持つ者の強い思念が集まっている。強い思念が集まっている状態で、この世界にとある衝撃を起こす。衝撃を起こす？そう。その衝撃によって、この世界にバグが発生する。すると、本来分岐していたそれぞれの世界が入り混じり、全く別の新しい世界が生まれる。それが、アズリエル、フラウィーが共存する世界？要は、アズリエルとフラウィーのいる世界を一つにまとめちゃおうってこと？そう。そして、ここからが大事な話だ。さっき言った、このとある衝撃というのが、フリスク。君のそのリセットの力だ。僕のリセットの力？そしてこれには
君以外の、つまり他の世界のフリスクの力も必要になる。簡潔にまとめるとね、各世界のフリスクにリセットを同時に発動させることで大きな衝撃を引き起こすことができるってこと。で、その衝撃でアズリエルとフラウィがいる世界が生まれるって、キャラはどうなるの？心配ない。世界が混じり合う瞬間、他の世界のフリスクの肉体に私の魂が結びつく。そうすれば私自身も蘇るってわけさ。なるほど。待って。さっき言った別世界の僕にリセットを発動させるって、そんなことできるの？君はどんな時にリセットを発動させるかな？危ないって思った時とか？つまり大きな危機を感じたら君はリセットを発動させるというわけだ。そういえば君、全員共存の手がかりを探すルート巡回の中でやらなかったことが一つあるだろう。そのルートの行き着く結末は世界の崩壊。君はそれを恐れて実行しなかった。つまりそれを実行するとなれば別の世界のフリスクたちは危機を察知し、それを阻止しようとリセットを発動させるだろう。それって、君が唯一避けていたルート。地底の全員を殺す。つまり、ジェノサイドだ。お前を見ていて、そんなこと、本当はしてほしくない。だけど、アズリエルとフラウィ、二人を救い出し、みんなで共存する道はこれしかない。G ルートを完遂しようとしても、他の僕がリセットを発動しなかったらどうなるの？そのまま世界は破壊されるだろうね。生半可な決意じゃ他の世界のフリスクは危機を感知しないだろう。つまり G ルートを進んで他の世界線の僕にリセットを発動させる。そのリセットの衝撃で新しい世界を作る。それでいいんだよね。キャラ、博士、僕やるよ。わかった。私もサポートする。それじゃあ、行ってくる、博士。ああ、健闘を祈っているよ。これから起こることに動揺しちゃいけない。強い意志を持って挑まなきゃ。決意がみなぎった。